はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、久しぶりに投資のお話です。普段私はしょぼくれた派遣社員として働いていますが、実はご覧のように株式投資をしているトレーダーでもあるのです。夢は投資で稼いだお金だけでウハウハな人生を送ることです。今、私が実際に行っている投資は3つです。1つ目、個別株の株式投資。2つ目、新NISA。そして3つ目、iDeCoになります。私が最後に投資の動画を作ったのは、まさかの去年の8月。私の投資動画を楽しみにしてくれている全国2、3人の皆さん、大変お待たせしました。まずは株式投資の報告です。私は今でも個別株の株式投資をやってます。トレードスタイルはもちろんスイングトレードです。昨年8月の時点で報告した時の株式投資の資金残高は24万7945円でした。この後資金を9万円投入し、そして先月8月末時点での資金残高は45万9230円となりました。それなので14万円ほど増えてます。実は今年は今のところ個別株の投資が順調です。負けても取り返している。こんなことこれまでの私の個別株の投資ではなかったことですね。嬉しいですね。それなので今年なんとか個別株の資金を50万円まで増やせたらいいですね。そうそう、皆さん今行っている自民党の総裁選が気になりませんか？もし高市さんが総理になったら日経平均は5万円に到達します。しかしもし小泉進次郎が総理になったりしたら日本は間違いなく沈没です。続きまして新NISAです。私がやっている個別株の短期投資に対して肯定的なコメントが少ないので、昨年の2月から長期投資の新NISAも始めました。0円からスタートし、毎月1万円ずつ積み立てる運用方法です。1年6ヶ月が経過し、先月8月末の新NISAの評価額は40万4365円となってます。毎月1万円の積み立てなのに、たった1年半で40万円と驚かせてしまったらごめんなさい。実はこちらの動画でお話しした親父に渡していた生活費が戻ってきたので、その一部を新NISAの資金に回したのでありました。それでも新NISAは34,318円の評価益が出ています。ちなみに今現在私が新NISAで購入している商品は全米株式と S&P500 の2つのみです。インド株やオルカンは間違っても買いません。最後にiDeCoです。サラリーマン時代に強制的に始まった企業型確定拠出年金。会社を退職してからは個人型確定拠出年金となりましたが、運用期間はトータルで約25年になります。こちらの昨年2月の動画で報告した段階でのiDeCoの評価損益はプラス75万4246円となってましたが、先月8月末での金額は次のようになってます。運用資金151万7267円、評価損益プラス124万4722円で、評価金額は276万1989円となってます。また6月に無職から派遣社員になってからは毎月1万円の拠出も再開しました。もちろん今積み立てているのは全米株式と S&P500 の2つのみです。インド株やオールカンは間違っても買いません。久しぶりの投資報告はこんなもんでしょうか。ちなみになぜ今年毎年儲けていない個別株の株式投資の調子が良いのか、そのうち動画にしたいと思ってますが、理由としては私がメンターと出会ってしまったからです。
このお話がいつかできることを願いつつ、本日の動画を終わりたいと思います。全国3000万の派遣社員の皆さん、私と一緒に投資をしましょう。投資をしないと幸せになれません。ということで、本日の動画は以上です。もしこんな株式投資をしている派遣社員に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。